レビアタン先生のオタク FM。 皆さんこんにちは。イケメン悪魔調教ゲームオベイミーの魅力をもっともっと世界のラット留学生に届けたい、そんな思いでお送りするときめき萌え萌えキュンなウェブラジオオタク FM 第3回。お相手は二次元最高ガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。そして今日のゲストは色欲の悪魔ゴーナンアスモデウス役の三浦歩です。イエーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや三浦さん、はい、もうね聞きたいことがいっぱいあります。もう聞いてください。いや何でも本当に、はい、今まで恭平さんもそうですし、コバさんもそうなんですけど、何度か喋ったことがある人多かったんですよね。で三浦さんなかなか喋る機会なくて、そうですね、会うことも少なかったじゃないですか。でこうやってゲストに来てくれて、本当に嬉しい。でも僕も嬉しいです。いつもほら、僕普段東京にいて、でこうね収録大阪の方でやらせていただいてるんですけど、いつも寂しかったんですよ。寂しいです。ほらみんなのこうグループあるじゃないですか。なんか兄弟たちの、でそこでみんな集まったよみたいな時に、もう僕一人だけ家で枕を濡らしながらなんで僕がこんな仲間外れにされてるんやろう思って。待って仲間外れっていう言い方が悪すぎる。そういうことじゃない。いやもうやっぱもうちょっと僕関西人やのに東京もんやと思われてんのかなとか東京もんっていう言い方がもう関西人やな。まあでも物理的な距離だけはどうしようもなかったですからね。それを今回は取っ払ってねお届けしていこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。まず僕で呼び方をちょっと変えたいなと思ってまして、矢口恭平さんは恭平さん、小林さんはコバさんと呼ばしていただいてるんですが、三浦さん、ちょっとねお願いなんですけど、下の名前で呼び合うっていうのどうですか？イチャイチャしますか？イチャイチャしましょう。じゃあもうアイムさん。恥ずかしい僕もサトシさんですか？恥ずかしい。このむずがゆい感じをね30分間やっていくことでむずがいい感じからもう程よい気持ちのいい関係になれるように、そうしましょう、そうしましょう。ちょっとでもこの物理的な今までの距離を縮めてその縮まった感じを皆さんにもねお届けしてオベイミーのこともっと楽しんでもらいましょう。そうしましょう。そうですよ。オベイミーで言うとアイムさんはもともと今もずっと歌手じゃないですか。そうですね。音楽をもともとやって作詞作曲して自分の曲歌ってって感じですね。すごいんやけど、お芝居って経験あったんですか？これがね、僕ほぼないんですよ。前にもともとアニメとか好きで前バンドやってたんですけど、その時に自分でこのドラマ CD みたいな作ってなんかやったりとかはしてたんですけど、そんなんもう本当お遊びの範疇で、その後1回だけバンドマン役でドラマ出たことあるんですよ。かっこいい。いやかっこいいって思うでしょ。その時も割とこう女をたぶらかす系のバンドマンの役で、なるほど。でそうなんですよ。印象的にで今回ねオベイミーも色欲の悪魔もらってるでしょ。ちょっとやっぱそういうイメージつくよねバンドマンって。いやチャラい感じみたいな。まあでも本当に今までは音楽一本でやってきて、今回オベイミーで本当に声優初挑戦という形でやらせていただいてます。うまいっすよね。いやこれがね本当にもう僕ほんまアニメ好きやから分かるんですけど、皆さんやっぱ演技をやられてきた方じゃないですか。役者として、自分の聞いてへこみまくったんですよ。そうなんですか？こんなもんか俺はって思ってめちゃくちゃな挫折味わってるじゃないですか。ほんまにもうそれこそマジで枕を濡らす日々が続いて、じゃあちょっと本当に皆さんに追いつけるようにって猛特訓をしてね、もうほんまもう家でもね角生やしながらこう羽生やしながらまずはアスモの生活をと。特訓の仕方そっち方向ですか？方向性が
間違ってる感じするんですけど。まず形から入ろうかな思って。いやごめんなさい、それは間違ってます。役作りってそういうことちゃうんですか。役作りの方向を教えたん誰先生出てきて。いや、まあそんな感じで練習させていただいてます。すごいですね、もうその探求心があればもう大丈夫ですね。でも本当に馴染んできましたね、アスモデウスが。いや本当に、アスモデウスといえばこの声っていうのは、もうオベイミーを好きな方、皆さん、三浦さんやと思ってるんで、ありがたいですね、それは。僕も含めてね、だからもう一層盛り上げていけるように、そのラジオもね、30分間頑張っていきましょう。はい、行きましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。即興嘆きの館劇場。即興嘆きの館劇場とは、オベイミー公式 Facebook グループでヒアリングした兄弟たちがこんなシチュエーションに遭遇したシーンを見てみたいというアイデアをベースに書かれたオリジナルストーリーを僕とゲストが即興で演じるコーナーです。よいしょよいしょ。初めてなんですよね、シチュエーションってちゃんと言えたの。過去2回恥ずかしながら江戸っ子みたいになってたんで。どういうことですか？江戸っ子。シチュエーション、シチュエーション何やねんそれみたいな単語になってたんで、ちょっと今、嬉しいって思ったら変なとこまたマークっていうね情けない感じになりましたけども、さあこのコーナーはですね、Facebook グループでこんなシチュエーション見てみたいっていうのを募集したところ、たくさん投稿が来たと。その中で選ばれたシチュエーションを即興で演じてみようということですね。即興ですか？即興です。初めてですよね、こうやって並んで声を取ってお芝居するっていうこと自体。いや本当に初めてです。どんな感じになるんでしょうか？ちょっと怖いですけど楽しみですね。はい、ドキドキしますね。はい、もう動機が止まらないですね。動機はい、どうしますか？すみません、ちょっと病院動機はまずいですね。ドキドキじゃなくて動機はまずい。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、落ち着いていきましょうか。はい、落ち着いていきましょう。はい、では僕が今回のタイトルはこちらって言った後に2人でタイトル名を言ってスタートということです。いきますね。はい。では今回のタイトルはこちら。あなたのためのコーディネート。やっほーレビー、元気？うざい匂いしかしないんですけど。何？ご機嫌だね。そりゃご機嫌にもなっちゃうよ。くねくねするな。ね、聞きたい？別に、全く。もうしょうがないな。そこまで言うなら特別だよ。うん、分かってた。結局聞く流れになるってことはね。実はさっき僕の可愛い羊ちゃんがソファーに座っててさ。あいつのこと羊ちゃんとか言うのやめてくれない？じゃあマイスイートスイートハートベイビー。僕が悪かったよ。で羊ちゃんがどうしたって？そう、雑誌を読んでたの。え？何？それだけ？それだけだよ。待って、アスモがそんなご機嫌になる要素どこにあった？レビってば欲しがりさん。鼻ツンってすんな。もうこのパリピ最高にうざい。こういう時に限ってマモンとかサタンとか誰もいないんだから。何ブツブツ言ってんの？別に。で結局何なわけ？アスモが載ってる雑誌でも見てたとか？ファッション特集を熱心に見てたんだよね。ファッション特集？そう。それだけ？それだけだよ。デジャビュー。いやおかしいでしょ。何をどうしたらファッション特集見てるあいつ見てそこまでウキウキできるんだよ。分かってないな。あれは僕とのデートのためにどんなコーディネートにしようかなって一生懸命選んでたんじゃない。はあ？それでなくても美しい僕がおしゃれなんかしちゃったらもうどうしたらいいか困っちゃうよね。かわいいな。食べちゃいたい。冗談に聞こえないからやめて。冗談じゃないもん。さ、とびっきりおしゃれしてくるあの子に負けないように僕も渾身のコーディネート考えなくっちゃ。じゃあね。
はあ、あそこにいるのはあいつじゃん。あいつが持ってるあの雑誌って僕が貸したコスプレ雑誌じゃん。さあいかがでしたでしょうか。いやーもう動機息切れが止まりませんわほんまに。Me too でございます私もなんです。はい。いやでも楽しいですね。楽しいですね。はい。やっぱ相方の声を想像しながら演じる演技を想像しながらするのと、もうすぐ隣で一緒に演じるっていうのは全然違いますね。いやこっちの方がやりやすいですね。やっぱり、ね、相手の声を聞いて演技を聞いてそれに返すっていうのはね、ある意味醍醐味でもありますしね。お芝居の。そうですね。はい。今までずっともう孤独な戦いを強いられてたんでもうあれなんか別次元のとこいます僕孤独な戦い強いられてるっていうぐらいの表現まではいかんかったそうですね。もう楽しいですね。いや楽しいですね。レビアタンとアスモデウスの関係って面白いですよね。いや面白いですね。言うてみれば正反対ですもんね。そうですね本当にパリピなアスモデウスとレビアタンは、まあオタクで、でもねレビってアスモデウスのことちょっと羨ましいと思ってるんですよね。なんかちょっと振り回しつつもみたいな。そうなんですよ。なんでこんなにアスモと僕違うんやろっていうねなんで違うんだろうっていうセリフがあったりね。でもアスモはアスモで、なんかちょっとオタクで陰気臭いとか思ってながらも、でももうヤッホーって感じで無邪気に来るから、まあそれはそれでいいと思ってくれてるんですかね。いやもうなんか分け隔てがあんまないですね。我がですよね。そうですね。本当にアスモってね。自分以外はみんな等しく興味ないみたいなところが僕はすごいでも等しく興味ないくせに陰気でオタク臭いとは思ってるっていうねアスモのそこのアスモっていうかレビアタンの悲しさがちょっと出てる感じがするんですけどまあでもレビとアスモの関係ってこういう面白いから、他のドラマにしてもね、どんどん面白いところがいっぱいつまめそうですよね。そうですね。これからもここの2人の絡みはちょっと僕も気になりますね。たくさんのシチュエーションをこれからも演じていければいいですね。はい。じゃあ続いてはどんなシチュエーションが飛び出してくるんでしょうか。お楽しみに。以上即興嘆きの館劇場でした。地獄亭で乾杯。地獄亭で乾杯とは毎回変わるお題に沿ってゲストのプライベートに迫っていくフリートークコーナーです。アイムさん、楽しみにしてましたこのコーナー。まずねジングルのキャーって声でうわーってなってちょっとどういうこと？いやキャーってこんな叫び声が入ってんねやなるほど。地獄亭ですから。もうすいません。しかもそこで乾杯してますさあ今回の地獄亭で乾杯でアイムさんにとって地獄になるのか、果たして他の方どうだったの？ある意味僕が地獄でしたねある意味ね僕が地獄やったかもしれないですね。もうこれそれぞれにテーマがあるんですけど、最初の第1回やった時の恭平さんテーマが最後の晩餐は最後の晩餐つきたな。いや違う晩餐最後の晩餐ね。最後の晩餐は何を食べたいかというところで、まず最初に帰ってきたのがなんか隕石が明日落ちて滅亡するから最後に何食べたいかって言ったら、隕石の熱で焼いたステーキが食べてえなとか言い出して、キャラと現実が混ざってますね。こいつ何言ってんのって感じでしょでも最終的にアップルパイっていう話だったんですけどかわいいこのギャップねみたいな。で小林さんの時は10億円宝くじで当たったらどうするかっていうのでパンダ買いたい、パンダをレンタルしたいとか戦車を買って男のロマンを叶えたいとかいうことを言ってはって、なかなかね吹っ飛んでんですよね。なんか常識人いないんですかねさあアイムさんがどっちかというところなんですけど、これ今回アイムさんのプライベートに迫っていくと。で実際今まで物理的な距離があってなかなか距離を縮めることができませんでした、ということで、距離を縮めるという意味でも、ちょっと過去を探ってみようかなって
思います。はい、子供の頃の夢とかって何でした？子供の頃ですか？はい。ですね、小学生ぐらいの時は、僕は科学者になりたかったですね。科学者？はい。悪いやつですか？いや、悪の科学者っていうとなんか悪の科学者みたいなイメージが勝手にあるんですけど。いやもうまっとうな科学者、なんかいろんなその SF 作品とか某猫型のなんかロボットちゃんがなんかするなんか出してくれる夢叶えるやつとかあるじゃないですか。ああいうのをなんかこう自分で作りたいなみたいなは思ってましたね。壮大ですね。いやでももうね、現実が見えてくるにつれてその夢は薄れてくんですけど、それを追い続けるっていうことはなかったですね。なかったですね。現実が見えてくるっていうのも悲しいですけどね。そうですね。無理やなっていうのを察してくると、誰か作ってくれっていう。逆に？はい、そうです。僕はそのね、もう作るの大変そうやなって思って小学生の頃に現実見すぎでしょうよ。作るの大変そうやなって。誰か作ってくれたらええかなっていう。なるほど、誰かに夢を託したと。その夢はね。そうですよ。じゃあそれで成長するにつれて夢が変わっていったってことですか？そうですね。結局今もやってる通りエンタメ系に行きたいなっていうので音楽はやってますね。音楽っていつからやってるんですか？これがですね、今みたいなバンドっぽいのの前に、ちっちゃい頃は僕家族が割と音楽一家みたいな感じやったんですよ。音楽一家？はい。祖母がピアニストだったりとか、なんか本当でも結構クラシックな感じやったんで。でそのピアノとかも家にあったんですけど、僕はそのクラシックな音楽があんまり好きじゃなくて、そうなんですね。でいやって思って、全然なんか習おうとしなかったんですよ。クラシックの方の音楽の道には進もうとはしなかったと。で10代半ばぐらいで、そのバンドとかのかっこよさに目覚めて、そこから始めましたね。反動的な感じもあったんですかね。ロックの方に行きました。そこから音楽一家で祖母がピアニストっていう経歴聞くだけで何ですかね、この僕の中に渦巻く嫉妬の感情。いや全然めちゃくちゃかっこいい経歴を持ちやんけ。そんなことないです。すごいですね。じゃあ中学生になって、もう音楽一筋やったんですか？部活はテニスやってたんですけど、運動もしっかり。そうですね。それも某テニス漫画の影響なんですけどね。結構あれですね、二次元とかそういったものから影響を受けることって多いんですか？そうですね。僕はもう基本的に家で漫画読むか、アニメ見るかゲームするかっていう。急に親近感。嫉妬からの親近感、この振れ幅の凄さが今僕の感情すごいです。今生活的にはかなりレビに近いですよ僕は。生活的にはレビに近いです。なんやろ、経歴とのギャップがすごいんですけど。でも中学生の頃から音楽を始めて、楽器はまず何をされたんですか？僕はですね、最初ベースですね。ベースなんですよ。それが僕ね、僕の話あれなんですけど、音楽聴くときに、中学生のところ音楽聴いてたときにベースを感じたことないんですけど。でもそれ僕も要はイヤホンとかで聴いてるとなかなか聞き取れないじゃないですか。そうなんですよ。ドラムギターは分かるんですよ。でもこう A スピーカーで聞いたときにこう低音でボーン来て、なんやこの音はっていうところが衝撃的で。一回いいですか？いいスピーカーってなんですか？いいスピーカーですよ。いや、いいスピーカー。いいスピーカーですよ。いいスピーカーに触れ合ったこと僕今だに人生になかなかないんですけど、このスピーカーいいなって思ったことないんですけど。いいスピーカーに中学生の頃に触れて、でベースの音を聞き分けて、ベースかっけーってなってベース始めたんですか？そうですね。あれなんやろ、嫉妬と親近感がすごい今揺れ動いてるんですけど。全然そんな、もうほんまなんでしょう、でもベースって何してるかあんまり分かんないじゃないですか。正直ね、僕は歌手じゃないしバンドも全然経験ないので、ベースってそのギターを触りたいとか、ギタリストになりたいとかでドラムも目指すっていうイメージあるんですけど、花形ですよね。
ベーシストを最初から目指したいっていう心境っていうのが僕にはちょっとあまりわからないんですよね。これがまた多分オタク気質なところで、はいはい、この音は俺にしか分かってへんみたいなのがあるんですよ。オタクそうなんですよもうみんな分からんやろうなっていう。これはもうこのかっこよさ気づいてんの俺とあと何人かだけやみたいな感じでこうやってたんで、はい、あれですね、根本にあるのはどうしてもオタクな心が、いや今思えば絶対ギターとかやってた方がねかっこいいですよ今思うとね、今思うともう絶対もう、はいはいはい。でそっからベースを触って、はい、でベースでバンドを組み始めた、やったりしてましたね。そっからずっと音楽の道ですか？そうですね、そうですそうです。作詞作曲されるじゃないですか。はいはい。作詞作曲っていうのはいつ頃からし始めたんですか？これは作曲はずっとしてたんですけど、で僕途中で、ボーカルになるタイミングがあって、最初から歌ってなかったんですか？そうなんですよ。でももうここ本当何年かなんですよ。何年かって言ってももう結構経つかな、5、6年、もっとか7年ぐらいか。それまでは歌ってなかったんですか？そうなんですよ。でそこで初めて、やっぱボーカルやるんやったら歌詞とか書けなっていうので書き出しましたね。待って、はい、歌詞とか書けななで書き出しましたねで書けるもんじゃないでしょ、歌詞って。いやでもめっちゃかっこよく言ってるじゃないですか、その中にはもうなんですか、そこ今でこそもう普通にもう自分の思いを乗せてとかかっこつけてできるんですけど、もう信じられない量のダ作がこうボツになったのがこんなん出すぐらいやったら死んだ方がマシやみたいな。いやそんなに？いやありますよ、もうほんまもうこんなん恥ずかしくてってやつ。じゃあ軽く簡単に言ってるけど数々の失敗とそうですね、苦難は乗り越えてきたと。そうですね。なんかまあでもやっぱね、慣れじゃないですけどもう麻痺してきますね。麻痺はい。何に？いやもう今だって歌ってることが、普通にねなんかこう語ってたら恥ずかしいことかもしれないじゃないですか。歌がですか？歌もう僕はもうその感覚はないんですけど、もう歌詞とか詩とかってやっぱり冷静に聞いたらちょっとこいつ何言ってんねんみたいなところあるかもしれないですけど、それをもう麻痺して感じなくなってますね。だからこそ多分もう自信満々にできてるんやと思います。あれか、僕らがお芝居するのにこのセリフ恥ずかしいみたいなのも全然何も気にしないのを麻痺するみたいな感覚とそういうもんですね。僕も歌歌い続けたらそういう風になっていけるんですかね？いやもう慣れですよ。慣れなのかな？慣れですよ。歌だけがね、歌だけって言ったらもうあれですけど、特に歌が僕本当に自信なくて。いや僕マイチャンス好きですよ。ありがとうございますそう言っていただける声が本当に幸せですいやそうなんですけど、苦手なんですよ歌が。僕は。いやなんでそんなに苦手感じるんですか？これね、言ったことある人に言ったことあるんかな。僕音楽の授業とかで歌のテストとかあるでしょ、歌のテストとかあって、で一人ずつ歌うじゃないですか、で歌った後に先生がなんか寸評くれるんですよ、でその時に「加田君」って言われて「どうでしたか?」って僕頑張って一生懸命歌ったんですよ、君は歌は歌わない方がいいって言ったんですよそんなことあります？歌の先生が歌を教えた後に歌歌わせて歌歌わない方がいいっていうことあります？そんな人を僕ね心の底からえぐられた気その思い出がどうしてもあるんで、そう言われちゃうとね。そうでしょ苦手意識植え付けられるでしょ。僕は下手なんやみたいな。でも僕ね今普通に歌ってますけどむちゃくちゃ下手やったんですよ。いや本当にこれもう一生出すつもりはないですけど、本当にもう超音痴やったんですよ。マジで音痴やった。もうだからいまだに音程とか取れないとか。どうやって上手くなったんですか？これはもう本当ただただ努力でもう本当歌っていうのは正しいリズムで正しいピッチで歌うっ
っていう、その正しいメロディー正しいリズムで歌えれば、はい、大体うまく聞こえるんですよ。でそれが難しい。そうですね、それができたら誰も苦労しないまあでも努力と、まあそうですね、もう何年か経って、はい、何年やっててもいまだにもうへこみますもん。はい、じゃあもう僕がへこむなんて当たり前ですね。もっともっと歌を努力して正しいリズム正しいピッチね歌えるようになったらちょっとぐらい自信はつくかもしれない。そうですよ、頑張ります頑張りますとしか言えねえ。もういやもう歌出しましょうよ、もっと。いやそうですね、もっと歌いまくって歌を出していろんな人に聞いてもらって感想を聞けばいいもんが出来上がるかもしれないですよね。もっともっとね、マイチャンスも僕はすごい好きな歌やし気に入ってはいますよ。ただもっと上手くなりたいという向上心から言ってますから。はいはい、アイムさん、はい、地獄でしたいやもう普通むしろ、はい、そうですね、ちょっとね音楽の先生のトークまで僕するつもりなかったんでちょっと過去のトラウマをえぐるというってに点々つくっていう気持ちにはなってしまいましたけどいやいやもう普通にご飯食べながらの感じの話でそうですね、楽しいですよ。乾杯ということで、乾杯というね、はい、ありがとうございました。以上地獄亭で乾杯でした。はい、それではここで一曲お届けします。過ぎてく日々に触れて忘れないように君に教えたい。愛してるなんて言葉本ではたくさん触れたのに、こんなにうまく言えないなんて君に出会うまで知らなかった。いつの間にか奪われてたその心ごと猫かぶってた。一つもないつもりだった。知らない景色も感情も君に出会い見えた世界、寄せては返す波のよう、欲張りだけど全部欲しい。ここでラット広報部からのお知らせです。さてね、はい、僕これ毎度のことなんですけど、何もお知らせ持ってないんですよ。そうなんですか？そうなんです。何も持ってないんですか？そうなんす。じゃあお知らせできないじゃないですか。できないんです。じゃあもうこのコーナーは終わりですね。三浦さん、アイムさん、はいはい持ってるでしょはい、その持ってきた情報をこんなところにラッド広報部からのお知らせがあったくせなんだなんだ、じゃあ、何も持ってないさとしさんの代わりにありがとうございます、僕が、ラッド広報部からのお知らせをします。お願いします。はい、ですね、オベイミー、ゲームの方でですね、明日からなんとイベントが開催されます。わっしょーい、イエーイ、はい、イベントが、まずはですね、明日から、ナイトメアイベント、It's Bunny Show Time、そして、その後に、抜き打ちテストイベントとして、Welcome to the Bunny Show というね、これはですね、去年、大好評だったバニーボーイが衣装付きで帰ってきたと。帰ってきちゃったついに。で、去年のルシファーとマモンを含めてなんと全員書き下ろしデザインになっております。ありがとうございます。イエーイ、素晴らしい。書き下ろし、はい、でですね、こちらの、書き下ろしのですね、衣装付きカード、こちらの方でですね、バトルすると、そのバトル画面の方の
ちびちゃんいるじゃないですか。可愛いやつですね。ちびちゃんもなんとバニーボーイに変身しちゃいます。わーおわおいやこのですね、通称バニーボーイ祭り。バニーボーイ祭り。はい、皆さんねバニーボーイというね、なかなか普段お目にはかからないんですが、そうですね。むちゃくちゃ可愛い衣装で、書き下ろしっていうとか素晴らしいですね。そうなんですよ。でですね、なんと今回はですね、そのナイトメアイベントの方の、こちらのカードですね。カードね。UR は UR はなんとアスモちゃんが出ます。イエーイ。あとベールも出ます。ベール。はい、こちら UR です。また自分っすか。どういうことですか。前回の小林さんもね、UR はマモンですみたいなこと言ってたんですよ。やっぱみんな言いますね、そこは。レビは安心してください。なんと SSR は本当にレビが出ます。いや本当の時はそういう感じなんか。だって今絶対にいや違うキャラでしょって思ったでしょ。思ってましたよ。なんやねんって言おうとしてたら本当のパターン、本当のパターン、まさかのそっちみたいな。ということでですね、こちら UR アスモとベール、そして SSR にレビがありがとうございます。出ますんで、こちらの方ね楽しみにしていただきたいのと、あと抜き打ちテストの方ですね。そうですね。こちらは UR にサタン、そして SSR にベルフェと。いいですね。ルシファーとマモンはですね、去年なんか出たと。そうですね。いうのでもういいでしょ。長男次男はね。今度は僕らです。僕らの時代が来ましたよ。僕らの時代が来てくれ。とはいえ去年のですね、バニーボーイイベントも近日復刻予定なので、ルシファーとマモンのスキルアニメカードをまだ持ってない人は楽しみに待っててください。じゃあ去年ゲットできなかった方もゲットするチャンスがあると。そうなんですよ。いうことですね。でですね、今回ですね、そのルシファーとマモンに加えて新しく書き下ろしたやつ、これちょっと衣装見てくださいよ。かわいい。かわいい。これ可愛いんですよ。で、レビだけね、耳が折れ曲がってるんですよ。可愛いけどなんでレビだけなんですかね。なんででしょうね。心の鬱屈がそこにも出ているってことですか。ひょっとすると少年と耳が連動してる。少年と耳が連動してるんですか。いやそんなことないですよ。やっぱ可愛いじゃないですか。可愛いですよ。可愛いですよ。ただレビだけって言われるとっていうねところがちょっと生まれてきちゃうだけで。でねこれねアスモちゃんも太ももが出てて。セクシー？むちゃくちゃセクシーなんですよね。なのでねこのちょっとセクシーな衣装の方。でみんな本当に可愛くて、これね並んだ姿とか見てみたいですね。いいですね。ぜひゲットしていただいてね、並べてみて鑑賞していただきたいですね。楽しみにしていてください。アプリをまだプレイしてない人はこの動画の概要欄にある各ストアのページからダウンロードしてください。以上ラット広報部からのお知らせでした。さあお届けしてきましたオタク FM、 そろそろお別れの時間が近づいてきました。あれ光栄消え入りそうな。いやあっという間ですね。あっという間ですね。本当にあっという間の30分間なんですけども、いかがでしたか。楽しかったですね。本当っすか。いや本当にこうやって絡むことがなかったじゃないですか。なかった。だから絡めて今日は嬉しかったですね。僕も嬉しかったです。ありがとうございますね。こういう機会がもっともっと増えていけばいいですよね。そうですね。なんかもっとやりたいですね。もっとやりたいですね。キャスト同士ももっとね仲良くなっていって、でその一致団結力でオベイミーという作品が盛り上がっていったらいいですよね。そうですね。本当にそう思いますね。あれいやもう僕の言いたいこと全部今言われたなと思って。もっとあるでしょうよ。一言一句たがわずにもサトシさん言うなって思って。一言一句たがわずに言ったら僕らシンクロしすぎちゃいますか。大丈夫ですか。そんぐらい仲良くなったってことじゃないですか。
この30分間濃厚やったなもうね強引お互い強引。いやでもほんま楽しかったしこれでねより一層仲も深まったんちゃいます？ですよね、ですよね。まだ次回来た時はもっとそうですね濃厚な時間が過ごせるようにね、また次回お待ちしております。お待ちしております。はい。さて番組の感想は Facebook、インスタ、Twitter でハッシュオベイミーレディオのハッシュタグをつけて教えてください。チャンネル登録と高評価もぜひぜひお願いします。それではまた次回のオタク FM でお会いしましょう。お相手はリビアタン役の多田聡とアスモデウス役の三浦歩夢でした。またねー。あったな。